はいどうもどうも、ガラージともさんでございます。足回りのレストアや整備もだいぶ落ち着いてきましたので、今日はオイルアライメントの作業に挑戦していきたいと思います。今日の整備のために購入した工具はこちらです。一つ目はこちらですね。サイドステップを計測してくれるツールになります。はい、そして2つ目はこちらです。はい、これはキャンバーキャスターキングピン計測ツールになります。はい、では一緒に見ていきますか。ガレージの水平をざっくり測る。アライメント計測のマニュアル類をいろいろと読んでみると、計測の前提条件として3つほど挙げられていました。1つは計測時の床が水平であること、2つ目は空気圧、3つ目は遮光、それぞれが規定の数値であること。この3つが揃って初めて計測された結果を推奨されている数値と比較することができるということらしいですね。ざっくり計測してみたところ、やはり水平ではありませんでした。左後ろ下がりみたいな感じだったので、それぞれ厚みの違うボードを購入してきまして、それで対応しようということに決めました。精密に測ることが目的ではありませんので、これでいいかなと思っています。アライメント調整の仕方を勉強したり、車の特性を理解したり、そういうことができればいいので、最低要件としてこんな感じでいいんじゃないかなと思います。遮光帳を入れた時にショップに持っていけばいいかなと。キャンバー現状計測と5年前との比較。今日は5回セッティングを変更するので、全部で6回計測することになります。まず最初はレストアをした現状のキャンバーを測っていきたいと思います。レストア後のテストドライブではステアリングが重くなったなという感じがありましたので、おそらくキャンバーがついてる方向になってるんじゃないかなと思います。ご覧のようにボードをタイヤの側面の端から端に当てて計測しているので、突っ込みどころ満載だと思います。次回からはホイールにメタル製の器具を当てる方法でやりたいと思います。計測結果としては、フロントの最大でネガティブ1度30分、リアが2度30分でした。5年前の計測記録によると、フロント、リアともにメーカー推奨値だったようです。この5年間の走行距離は約6000マイル、1万キロでした。ネガティブが増した要因は分かりませんが、今日の作業では約1度戻していくことになります。キャスター現状計測と5年前との比較。次にキャスターの現状計測をしていきます。試験走行の時はステアリングの戻りが悪くなったなと思ったので、おそらくキャスターが足りない状態だと思います。コーナーの立ち上がりでステアリングが戻らないのは気持ちが悪いので、きちっと直したいですよね。この器具の計測方法は、右に20度切って測り、左に20度切って測るというものです。 S2000 の場合はハンドル1回転が20度でした。計測結果は4度15分と4度でした。5年前の記録では5度16分、5度25分ともに規定値よりも足りない状態だったようですね。今回の計測ではさらに1度キャスターが足りなくなっているので、ターゲット6度に向けてセッティングしていくことになります。当現状計測と5年前との比較。次は等角の測定です。使い方としては、計測針を0に合わせて、タイヤのセンターに合わせて、その上を走り抜けると、そういう感じです。詳しくはメーカーさんが出している動画をご覧ください。計測結果としては、フロントはメーカー推奨値の範囲内でした。リアはトーインが足りない状態でした。5年前の計測記録では、フロントは同じですけれども、リアは今よりも足りない状態だったようです。リアのトーインを3ミリ増やす設定にしていくことになりますね。
17インチホイールの場合、3ミリは24分です。キャスターボルトを中央に調整。中央からやや内側にある左前輪のキャスターボルトを中央に戻していきます。プレートの目盛りもリア側に来るように設定しました。このセッティングによってキャスター角が増えているはずですが、どうでしょうか。結果としてはキャスター角が45分、キャンバー角も38分増えたことになります。初めての調整になるので、この時点ではキャスターが増えたね、キャンバーも増えるもんなんだね、等は変わらないのかなという感じで思っていました。一方で右前輪のキャスターボルトは今一番右側、一番外側にあります。キャスターボルトを一旦中央に戻すと、どのように測定値が変わるのかということを見ていきましょう。結果としてはキャスター角に変化は見られませんでした。キャンバー角への影響は15分ネガティブが減った。等角への影響はありませんでした。どうなんでしょうね。これは4度を超えてキャスターが立たない構造になっているんでしょうか。それともガイドプレートにへたりが出てきているのか、あるいは計測方法が悪いかですね。キャンバーボルトを中央に調整。次にやや内側にある左前輪のキャンバーボルトを中央に変更してみました。この設定変更によってネガティブキャンバーが増えているはずですよね。ところがキャンバーは変わりませんでした。一方でキャスターが45分経って等角も 1.2 ミリアウト側に増えました。セッティングを変更する都度車を下ろして揺すったり前後に動かしてはいるんですけどね、ちょっとわからなくなってまいりました。次に右前輪ですが、やや外側にあるキャンバーボルトを中央に変更しました。上を向いていたプレートも下を向くように変更してあります。このセッティングの変更によってネガティブキャンバーが減るはずですけれども、どうでしょうか。結果としてはキャンバー角に変化は見られず、キャスター角は30分増えて等角は 0.8 ミリイン側に触れていました。設定変更に対して得られた結果としては、左前輪も右前輪も同じような特性があったと思います。キャスターボルトを中央から最大へ調整。キャンバーボルトはそのままに、左前輪のキャスターボルトを一番外側左側になるように設定変更しました。この前の結果を参考に考えると、キャスターとキャンバーが増えているはずですよね。結果としてはキャスターが45分増えましたが、キャンバーは変化ありませんでした。今回は等角も 0.8 ミリイン側に触れていました。この変更によってキャスターの目標値である6度になってほしかったんですが、それはできませんでした。変化の特性も変わってしまい、ハテナマークですね。次に右前輪ですが、キャンバーボルトは中央のまま、キャスターボルトを一番外側まで設定変更してみました。キャスター角は6度になってくれるでしょうか。結果としてはキャスター角が30分増えてくれました。一方でキャンバー角はネガティブが約1度減って、等角も 0.9 ミリイン側に触れるという結果になりました。ますます傾向が読めなくなってまいりました。ネガティブキャンバーを増やしてもキャスターが6度には近づかないような気がしますね。キャンバーをファイン調整。左前輪のネガティブキャンバーを減らしていきます。キャンバーボルトを中央から内側に2目盛り変更して設定しました。ここまでの設定変更で全く変化が見られなかったんですけれども、ようやくですね、今回キャンバーが目標値であるマイナス0度30分になりました。
さらにキャスター格も目標値である6度を達成しました。なんかすごい嬉しいです。党員が増えてる分は後でタイロットで調整しておきましょう。右前輪についてはネガティブキャンバーを15分増やしたいので、中央にあるキャンバーボルトを外側右側に1メモリ分設定変更しました。今日のここまでの設定変更で読めるのは、この変更でキャスターが減るだろうなということですね。ともかくキャンバーは目標値である0度30分を達成しました。頭角は 1.9 ミリアウト側に触れました。ちょっと振れ幅が大きいような気がしますね。やっぱり右前輪は闇が深いな。どうしたもんだか。ステアリングセンターの修正。はい、では最後にステアリングセンターを合わせていきたいと思います。レストア直後のテストドライブではステアリングが左に傾いた状態でした。それはハンドルをまっすぐにすると車が右に寄っていくという状態だと思うので、あと若干ではありますが、今トーインの状態ということもありますので、左前輪のタイロットを伸ばして調整することにしました。伸ばす分量としては、とりあえず1回目としては目印から1回転ということにしてあります。伸ばす方向なので、タイロットエンドに対してタイロットを左回転させるという調整になりますね。目印としては赤い円の中に見えてくる数字と白い点ですね。この目印がちょうど1回転するように設定をし直しました。この S2000 を購入した直後はタイロットの溝やタイロットエンド固定ナットが固着していたことを覚えていらっしゃると思います。あの時の状態から比べるとレストア後の今の状態は覚醒の感がありますよね。開発者の方が純正に与えてくれた機能ですのでね、しっかり整備をしていつでも使えるようにしておきたいと思います。そうこうしているうちに頭角の再計測が終わったようです。左前輪のタイロットを1回転分伸ばした結果、左側の塔はトーインが3分減って、右前輪の塔がアウト側に3分増えたという結果になりました。トータル塔は 0.8 ミリ増えましたので、タイロット1回転につき 0.8 ミリの変化ということになりました。テストドライブと青い空、白い雲。本日のアライメント調整の結果を確かめるためにテストドライブに出ております。ネガティブキャンバーが強すぎたためにやや重いなと思っていたステアリングですけれども、今回の調整によって適度な重さに改善しております。ステアリングの戻りが悪くてコーナーの立ち上がりにやや不安があった件ですけれども、左前輪のキャスター角が改善したことによってステアリングのフィーリングも6割ぐらい改善したかなというふうに思います。そして左に傾いていたステアリングセンターも中央に改善されました。街乗りの低速走行でも感じることができる変化ですから、今回の調整幅はかなり大きかったと言えるでしょうね。 S2000 最高です。来週のガラージトムさんでは、劣化の激しいロッカーヘッドカバーの塗装落とし、磨き、結晶塗装、そしてガスケットの交換などのレストア作業を行っていきたいと思います。動画のリンクは概要欄に貼っておきますので、プレミア予約をしておいてくださいね。今日も最後までご視聴ありがとうございました。では来週までごきげんようです。Baby